こんにちは。今日は初心者さんとかビギナーさんに向けた個人的におすすめの万年筆を紹介していきたいと思います。で、この動画はほぼ全編にわたって日本語で喋ります。なんでかというと、紹介したい万年筆があんまり海外では一般に売ってないようなものが多くなってしまったからです。In this video, I'm talking almost all in Japanese because I'm not sure that the fountain pens I'm introducing in this video are available in your country. で、値段ごとに分けまして、とにかく安い値段で使ってみたい人と1000円ぐらいまでと5000円ぐらいとあと、1万円ぐらいっていう感じで金額を分けました。で、個人的な意見をすごく多く含んでいて、一般に初心者におすすめみたいな万年筆を取り上げているわけではないです。では、早速始めたいと思います。まず、とにかく安く始めてみたい人ですね。100円ショップに万年筆がある場合があって、もし100円ショップで万年筆を見つけた人がいれば、それで大丈夫です。ただタイミングみたいなのがあって、100円ショップに万年筆が売ってる時期と売ってない時期があるんですよね。年一ぐらいで見かけるんですけど、なので、もしない人は文房具屋さんでこのプラチナのプレピーっていうのを買うといいんじゃないかなと思います。350円かなんかで、字幅は個人的には05がおすすめですね。でもノートとかに書くんだったら03の方が使い勝手がいいんじゃないかなと思います。万年筆の書き味を体験してみたいとか、万年筆らしいインクの濃淡とかを感じてみたいっていう人は05がおすすめです。いいところがいくつかありまして、まずとにかく安い。350円で、このもう一個上位というか1000円ぐらいのプレジールっていう万年筆があるんですけど、それとペン先一緒なんですよね。だから、その書き味を300円ぐらいで味わえるっていうのと、あとこのスリップシールのキャップがついてまして、これはキャップを閉めた時に空気が漏れないような仕組みで、インクが乾きづらいですね。普通のこういう環合式のキャップはかなり空気が逃げやすくて、で、その分インクが乾きやすいんですけど、そういうことがほとんどないです。これも、半年に1回ぐらいたまに書くんですけど、なぜか常に書けます。たまに使う人がいざ使うってなった時に乾いちゃってると、あーってなるので、万年筆をまだ日常的に何でも使うっていう習慣がない人は、たまに使うその時にインクが出ないっていうのはストレスになるんじゃないかなと思うので、これはかなりおすすめですね。書き心地がいいっていうのは1000円のモデルとペン先が一緒っていうのもそうなんですが、この書き心地が個人的にすごい好きで、そんじょそこらの1000円とか3000円とかの万年筆よりぶっちゃけこの05プレピーの05の書き味とかインクの濃淡の方が好きっていうぐらいで、このプレピーの05にインクを入れてただ書いてるっていうのがすごいいいっていうことだけを言ってる動画があるので、右上のところにリンクで貼っておくので、よかったら見てください。インクの濃淡もこういう感じで出ます。予算1000円ぐらいで気軽に万年筆を試してみたいっていう人におすすめなのがこれですね。セーラーのハイエースネオっていうモデルです。で、これは字の太さ、ボールペンでいう 0.5 とか 0.7 とかいうのの太さが1種類しかなくて、こういう感じのペン先をしています。こういう感じでおすすめポイントを先に書いてきました。まず本体が軽くて細いので筆箱に入れやすいっていうのと、2つ目がカートリッジが充実していて20色以上から選べるっていうのと、あとペン芯が透明っていうのはこれぐらいの価格帯の万年筆では珍しいことなので、その辺がおすすめポイントです。で、本体が軽くて細いっていうのはこの見たままですね。万年筆は普通のボールペンとかサインペンとか鉛筆とかと比べると太いものが多くて、普通の
細い筆箱、ボールペンとシャーペンと1本ずつとかで持ち運ぶようなペンケースには入らなかったりするんですけど、普通にごく普通のペンと同じように入れられるので、学生さんとかで1本だけ入れときたいとか、がっつりごつい万年筆を使ってると周りから見てもすっごい万年筆使ってるなっていう感じになっちゃうんですけど、これはそういうことがなくて、これ普通に手元を見られなかったら普通のペンにしか見えないので、いつでもどこでも気取らずに使えるっていうのがかなりいいところだと思ってます。カートリッジが充実しています。インクがなくなった時に新しく刺すカートリッジですね。商品自体も買った時に多分黒が1本ついてくると思うんですけど、その後なんか別の色に変えてみたいなっていう時に、今セーラー万年筆の四季折のカートリッジが発売になってて、3本で税込みで400円弱ぐらいで好きな色が楽しめるっていうのがいいところだなと思ってます。今こういう四季折の万年筆用カートリッジインクっていうのがセーラーから出ていて、でこういう小さいケースにカートリッジが3本入れ、これも2本使っちゃってるんですけど、こう3本入りで入ってて、でこれが税込みで400円弱っていうのなので、気軽にいろんな色を楽しめるっていう意味ではパイロットよりもこっちかなっていうふうに思います。あともう一つ、いろんな色のインクを楽しむっていう点で、このハイエースネオが特徴的なのが、見づらいんですけど、このペン芯って言われるこのひだひだになってるところのこのパーツですね。このパーツが透明でできてます。これ今割と濃い色のインクを入れてしまってるので見づらいかなと思うんですけど、こうハートに透けてるのでわかるかなと思うんですけど、このプラスチックのパーツ自体が透明でできてて、なのでここに赤いインクを入れればここが赤くなるし、オレンジのインクを入れればここがオレンジになります。インクをより楽しめるんじゃないかなと思います。さっきのプレピーになくてこっちにある特徴で言うと、ペン先がちょっとしなりますね。こういう書くときにこうちょっとしなる感じがあるので、万年筆を使う上でしなりが好きな人もいるんですね。全然しならない万年筆が好きな人もいるんですけど、しなる万年筆が好きな人もいるので、これだとちょっとしなりの片鱗が味わえるんじゃないかなと思います。次ですね、5000円ぐらいの予算で試してみたい人におすすめなのが、このプロシオンっていう万年筆です。これもプラチナ、さっき350円ぐらいの万年筆としてプレピーを紹介したんですが、そこと同じプラチナ万年筆が出してる万年筆です。これはちょっとこう陶器みたいな綺麗な感じのボディになっていて、で持つとこういう感じですね。ちょっとおすすめのところを書いていきたいと思います。おすすめの理由はこういう感じです。その前に3000円ぐらいの万年筆を紹介していない理由を一応挙げておきます。3000円ぐらいの万年筆っていうのはだいたいどこも出してるのかな。このさっき挙げたセーラー万年筆も3500円ぐらいのモデルを出してて、あと有名なパイロットも3000円のモデルがあります。ボディが透明なモデルと、かなり有名な国運とかメトロポリタンとか言われるモデルですね。それを挙げてない、あと有名なのだとラミーのサファリっていう万年筆もかなり有名です。それを挙げてない理由はすごく個人的な理由で、このプレピーとさっき言ったんですけど、これに1000円のプレジールっていう商品があって、そのプレピーとプレジールの書き心地がすごく好きで、ぶっちゃけ書き心地だけで言うとこれの方が好きなんですよね。こっちのプレピーの方が好きなので、またはいろんなインクをこう使ってみたいっていう人は、さっき紹介したハイエースネオかっていう感じで、間のものよりもこっちの商品の方が好きなので、個人的には紹介はしませんでした。でそれよりも頭一つ抜けてというか、明確に書き味が好きというか、個人的な好みに近くなるのがこのプロシオンっていう万年筆ですね。
でこれはプレピーとはペン先が違いまして、ちょっと薄くて大きいニブになってます。大きさで比べるとこういう感じですね。薄さは見づらいかなと思うんですが、ちょっと薄いの伝わりますかね。薄いと思うんですけど、でニブが大きいので書きやすいですね。さっきプレピーになくてハイエースネオにある性質としてしなりっていうことを言ったんですけど、プレピーはペン先が小さいのでそんなにこうしなる感じがないですね。しなるっていうのはペン先がこうつく時にこうつくだけじゃなくて、こうつくとちょっとこうなるってことですね。こう反ることなんですけど、それがプレピーはないんですけど、プロシオンはそれがちょっとあって、ペン先についた時の力を受け止めてくれるので書きやすいです。この商品の結局一番いいところ、大きくいいところですね。重さのバランスが持ちやすいっていうことが個人的にすごく気に入ってます。万年筆はペン先をこう紙につけるだけで書けるんですけど、どういうことかっていうと、例えばボールペンはボールペンのボールを紙につけただけだと字は書けなくて、基本的には、ボールを転がさないとインクは出ないんですよね、ボールペンは。だし鉛筆とかはこすりつけて摩擦を起こさないと字が書けないんですよね。でもこれは万年筆っていうのは紙に当てるだけでこう書けるんですね。というのが万年筆の良さなんですけど、そうすると重要になってくるのがこの重さのバランスですね。何もしなくても、特に意識しなくてもペン先がこう紙につき続ける。そしてそれが、動かしやすいっていうのがすごく大事なところで、重さのバランスが悪いとこう例えばただ重い万年筆だと紙にペン先はつくんだけど、その後やっぱり字を書くっていうのは動かすので、動かす時にその動かすのにこう力がいるとか、軽すぎるとそもそも指でこうペン先を紙に押し付けておかないと浮いてきちゃうっていうのかなっていう感じになる万年筆もあるんですが、これはそういうことがなくて、で一番こうストレスがないというか疲れない自然な持ち方で持つと大体これぐらいになります。これが大体こう地面との角度が50度ぐらいなんですけど、普通の今まで万年筆以外のペンを持っていた人ってもうちょっと立てて持ってると思うんですよね。こういう感じで、昔このプロシオンを使う前もこうやって割と縦気味に持ってました。でもプロシオンを使うってこうやって縦気味に持ってると疲れるんですね。ある程度の重さがさっき言ったようにあるのでこう疲れるんですけど、こうやって持つと疲れないんですね。でそれで万年筆をこういう角度で持つ癖がつきました。で万年筆ってだいたい紙とのこの角度が50度から55度ぐらいで書くとこう一番よくこうスムーズに書けるように作られてるらしいんですが、あと特にもっと高い万年筆とか、あとこう字幅が太い字が書ける万年筆だとこのペン先についてるこの金属の玉が大きくなるので、そういう場合はもっとそうなんですけど、そのいい角度で紙に当てないとうまく字が書けないっていう風になります。でその時にそれまで万年筆を使うまでこうやってボールペンとかシャーペンとかで立てて字を書いていった自分自身がこういう寝かせて持つ本格的な万年筆の持ち方というかっていう風になれたのがこのプロシオンを使ったからだと思ってます。でこれのおかげで万年筆を寝かして持つ癖がつきました。いくら書いててもこれは疲れないです。本当に疲れないです。そしてもう一つおすすめのポイントですね。カラーがおしゃれっていうのですね。これすごく気に入ってて、これとかこれもプロシオンのこの万年筆よりは少し細い字幅の、これが例えばボールペンの07だとするとこれが05ぐらいの太さのなんですけど、表面がこの陶器みたいなこうサラサラみたいな感じになっていて、これがねすごいおしゃれなんですよ。で日本の万年筆ってこうあんまり特徴がないというか、有名なモンブランの万年筆が全体が黒で、これはモンブランじゃないんですけどこういう感じですね。黒でこの金のクリップでこの輪っかが金がついてるっていうのが多いモデルで、あとこれの銀にここがシルバーになってるっていうのが
国内のほとんどの5000円1万円以上ぐらいになってくると、そのデザインの万年筆が本当に多くて、他にないんかいっていうぐらいそういうのが多いんですね。あと透明のプラスチックのボディのものもよくあるんですけど、そうじゃなくて、この何て言うんですか、このセンスのいい色と、この触った感じと、この雰囲気っていうんですか、何て言うんですか、これがすごい好きで、こんなにこう外側がこう好みの万年筆他にないっていうぐらい、これは本当に好きです。このボディカラーが白のものもあって、白のものは普通のお茶碗みたいなもうちょっとツルツルツヤツヤの表面になっていたりします。全体にこれはこの色がどれもこだわって作られてるなっていう感じで好みですね。すごく好みです。書き心地もすごくいいです。長く使える万年筆だと思います。で、これは最初に紹介したプレピーと同じようにスリップシールの機能がついてて、ペン先が乾きにくいので、どんなインクでも使うことができます。これもプレピーをおすすめした時と同じ理由で、 M、中字、ミディアムって言われる2部、この太さですね、字の太さはこれがおすすめなんですけど、普通のこういう B 系とか、あと C 系とかのノートに書く場合とか、あと漢字を何て言うんだろう、何の字が書いてあるかだけじゃなくて、こう細かくパーツが判別がつけられないと困るっていう場合は、この F っていう細字もあります。1万円を超えると、ペン先が金でできている万年筆がありまして、このプレートの部分が金でできているものですねがあって、それになるとまた値段が上がってきたりするんですが、だいたい7、8000円以下ぐらいの万年筆はだいたいここがステンレス合金でできてます。で、そのステンレス合金でできている万年筆の中では多分これが書き味が今のところ一番好きで、そんじょそこらのその金ペン、いわゆるここが金のペン先のペンよりはこれの方が好きっていうぐらい、これはかなり書き心地がいいです。普通に、最初の万年筆、1本目の万年筆としてもおすすめできると思います。で、これのそれぞれの字幅のレビューもすでに動画があるので、よかったら、右上のリンクのところから見てみてください。で、次に一応ですが、1万円程度以上のおすすめも紹介しておきます。これはペン先が金でできているものですね。いわゆる金ペンって言われるモデルの一番、安めのモデルの紹介になります。1万円ぐらいの価格帯の万年筆の中で一番おすすめなのがこのセーラーのプロムナードっていう万年筆です。で、そんなに有名じゃなくて、プロフィットっていう万年筆の方が有名なんですけど、個人的にはこれがとても好きです。おすすめのところを書いていきます。プロムナードの商品の特徴はこういう感じです。ちょっとね、別日になってるので、ちょっと声の高さとか口調とか速さとかがちょっと変わってるかもしれないです。おすすめポイントとか自分の好きなところですね。こういう感じです。で、これはセーラーの有名なプロフィットっていうシリーズがあって、これと外側がかなり近い形をしているんですが、こういう感じですね。ほぼ同じ長さで、形も同じような感じなんですが、これの方が、こっちのプロムナードの方がボディがちょっとだけ重いです。 1. 何グラムかなんか
こっちよりも重くて、でこの重さのバランスがすごく書きやすいんですね。これ持った時の感じがとってもフィットします。例えばプロシオンをさっき紹介したんですけど、プロシオンを持ってちょうどいいっていう人はこっちは有名なプロフィットとか1911って言われるモデルなんですけど、プロシオンを持ってちょうどいい人はこれよりもこっちの方が重さのバランスがいいと思います。こっちだとちょっと軽く感じると思います。これが重さのバランスがすごく良くて、でペン先はこれは金です。で14金かな、確か14金で、セーラーのペン先はすごく、買ったばかりの時はサリサリって言うことがあるんですが、これはもう使ってるとちょっとサリサリが抜けてきてます。このサリサリはずっとちょっとあるんだけど、ちょっとずつ変わってきます。だんだんザラザラしてる感じのサリサリから心地の良い感じのサリサリに変わっていきます。でこれが馴染んできた時がすごく書きやすくて、なので持ちやすくて書きやすいので、これはすごく気に入ってます。でこのちょっと重いっていう理由にもなってるんですが、これ実は表面にちょっとラメみたいのが入ってて、ちょっとすごく細かい感じで小さくラメが入ってます。それがちょっと見た目が普通の黒軸のキントリムの万年筆とはちょっと違って、個人的にすごく好きですね。万年筆ってこの黒軸のキントリムのものがすごく多くて、それが好きな人もいると思うんですけど、これはなんか万年筆だぞどやっていう感じがすごく強くて、で個人的には万年筆と相棒というか対等な関係でいたいなと思ってるので、万年筆に萎縮されずに使いたいんですよね。対等に使いたいからっていうか、対等な相棒みたいな感じのつもりで思ってるので、なのでそういう感じですごく気に入ってます。持っていただけるとすぐに、プロフィットシリーズを持ったことがある人とかは違うっていうのがわかると思います。このバランスがすごく好きです。でプロフィットシリーズの方がどちらかというと有名なので、あとプロフェッショナルギアとかの方が有名なので、でも個人的にはこれをぜひ触ってみてほしい。お店で例えば買わないとしても、そのプロフィットシリーズを見るだけじゃなくて、これももし見つけたら触ってみてほしいなと思うので、今回これを紹介しました。最初の万年筆、最初に買った金ペンなんですけど、これで良かったなと思ってます。万年筆をお手頃な価格で試してみたいという方向けのおすすめの万年筆ですね。個人的にはこういうラインナップになります。でこれはまずこれを買って次にこれを買ってみたいなランクアップしていく形じゃなくて、この価格だったら買ってもいいかなっていうのをいきなり買って大丈夫です。だから1万円ぐらいだったら万年筆という筆記具を試してみるのに、1万円ぐらいだったら出せるなっていう人は最初からこれ買っても全然大丈夫です。1万円あるんだったらこれがいいと思います。一番初めての合うか合わないかわからないものを初めて使ってみたいって思う時に、どれぐらいのお金をまずポンと出せるかっていうのは人によって違うと思うので、こんな感じで紹介をしてみました。もし万年筆を買ってみたいっていう人の参考になったら嬉しいなっていうのと、あとこれはもう本当にコスパ的な意味でとても好きな、非常に推しているというか万年筆なので、もしまだチェックしてないものがもしあった方がいたら、気になったらぜひお手に取っていただきたいなと思います。よかったら高評価とかチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画まで。またね。